個人 VTuber のハイメケイです。よろしくお願いします。はい。待機ありがとう。お疲れ様ありがとう。はい、ありがとう。今回は多分初っ端の雑談かな何かで、ゲームどんなのやりたいかなみたいな話してた時に多分出てたらしいドーナツの穴をちょっとプレイしていこうかなと思います。これフリーゲームなんだよね。フリーゲームで制作者さんが、無料でみんなでやっていいよっていうゲームで、一応概要欄にその方の X の、X のね、ID なんかもちょっと載せさせていただいているので、どんな方かなっていうのをまたね、気になったら覗いてみてもらえると嬉しいかな。このゲームね、なんか質問されてそれを答えていくみたいなゲームらしくて、特にね、内容とかがまだまだ分かってないんで、進めていけたらなと。早速じゃあ行ってみるか。なんかね、この白い布の方が神様っぽい天使みたいな感じなのかな。いらっしゃいませ。ここは私とあなたの間にあるようでない世界。でもどんな世界にも心が混ざり込むものですね。さあ、こんばんはいらっしゃい。一緒にちょっとだけ遊んでみましょうか。声めちゃくちゃ透き通ってるな。あなたにいくつかの質問をします。心のままに答えてください。あなたのためにも決して嘘をつかないように。嘘をつかないようにどちらを選んでも大丈夫。こんばんは。私が知りたいだけです。まずはこんな質問から。これはドーナツです。ドーナツ美味しいですよね。浮いてるね。私はもうしばらく食べていませんが、いろいろ受けるか。人類の英知であるドーナツ、人類の永遠の課題がありますよね。そう、ドーナツの穴の本質は一体どこにあるのか。これがわからないことには死んでも死にきれません。ドーナツの穴の本質。あなたはドーナツの穴はどこまでなら存在すると思いますか？矢印の左右で切り替えてマウスのクリックで教えてください。矢印の左右で切り替えてマウスのクリック。こういうこと？ドーナツが減ってくんだ。ドーナツの穴がどこまで存在するか。これ難しいね。なんかあったかな？哲学かなんかで有無みたいなやつがあったような気がするけど、これで結構難しくて、で、なんで難しいかっていうと、これドーナツの穴っていう定義がよく分かってなくて、ホラー穴を掘っても穴だし、でも食べるものに対してっていうものに対したら、ホラー穴の穴っていうのは、該当しないみたいな、いろいろ考えられるけど、どうしようかな。これは、選ぶっていうのは、穴だと認識できるところを選ぶっていうことかな。これじゃあ、あれか。単純に俺が穴だと思う定義を示せばいいってことだから、ちなみに俺の定義は、円形というか、輪ができているっていうのが穴の認識なんだよね。で、ドーナツで輪ができてたらいいかなって思うんだけど、これ多分みんな全然違うのかな。例えばなんだけど、今こうやって見せてる画面で、画面の枠を使ったら輪になってるよね。一応。画面の多分端を使って輪になってるみたい。俺これも一応穴だと思ってて、穴を作れない認識、これだったらどうだろう。
これでも穴になってるかな。多分ギリギリ穴になってるんじゃないか。輪を作れなくなる認識が俺の中で、穴じゃない認識だから、これがね、ギリギリ使えるんだよね。これでも作れるんだよね、輪を。これだと使えないから、これだと作れないね。これだ、でもこれでもギリギリ作れるか。まあでも、輪ではないかな。これだと結構、物に囲まれている穴には見えるかなって。これだともう穴にならないかな。俺、これにするね、これ。これで。なるほど。ギリギリまで食べてもまだ穴がある。そうだね、穴はあったかな、俺の中では。面白いですね。とても興味深い。久しぶりにワクワクします。これ正解とかあるの？では早これ正速解とかあるのか続いての質問です。あなたはお肉とお魚どちらかしか食べられないとしたらどちらを選びますか？な。もしかしたら人生で最も重要な選択かもしれません。心して取り掛かってください。まあ、肉だね。俺はもう即決かな。おや、あなたもお肉が俺肉いいんですね。好きなんで。いいですね。私もなのです。もし2人だけが生き残った世界があったとしたら素敵なガストロノミーが完成しそうですね。めちゃくちゃ次が即答かな。この部屋では最後の質問です。はいはい。たこ焼きご存知ですか？そう、タコが入ったはいはいはい。丸い焼いたものです。たこ焼き美味しいですよね。好きなんですよ。たこ焼きを食べるときたこ焼きが。半分に割ることがありますよね。はい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 。その時どこがたこ焼きと呼べると思いますか？とても大事なことです。そういうこと。これがたこ焼きか、これがたこ焼きか、全部じゃないか。どういうこと？全部をたこ焼きかってこと？どういうこと？この、この左だけは選べないんだ。半分に切った時か、全部がたこ焼きだよっていう感じなんだ。これね、たこ焼きはね、確か何だったかな、明石焼きかなんか、兵庫かなんかの、あれがルーツになってるって聞いてて、多分、こう、タコが入ってる焼き物がたこ焼きみたいにみんな、多分思うと思うんだけど、これ確か、小麦粉で焼いてて、なんか円形、丸型だったからたこ焼きみたいなんじゃなかったかな。丸くすることを前提に作られてて、丸じゃなかったらたこ焼きじゃないみたいな感じで、聞いたことがある気がするんだけど、食べ物としては多分たこ焼きなんだけど、半分で出されてきたらまあたこ焼きじゃないんじゃないみたいな感じじゃないかな。割った時点でたこ焼きではない？違うそんな考のかな。え方がなんか、はって言われているな。違うのかな。ちょっと私も考えてみます。とても貴重な意見です。ありがとうございます。さて、この後はあちらに見えるドアをくぐり、さらなる質問に答えていただきましょう。構えなくて大丈夫。だいたい10問くらいです。だいたい10問って結構短いか。そんなに長くないんだ、このゲーム。扉ってどこにあるの？後ろまで向けるようになってるのか。はいはいはい。はいはい。これで。この文字はあ先ほどの質問とその答えですね。他の誰かの選択たち
どのくらいの誰かたちがどのような選択をしたのかがわかるようです。いろんな人が選んだ選択肢が他見えるのって感じか。誰かのところにも私や私以外がいて、俺もしかし10%だ。たら同じことを聞いているのかもしれません。俺10%心だ。はみんなが持っているものですからね。さてさて、この部屋にも来てくださってありがとうございます。続けてあなたの選択を教えてください。もしかしたらないかもしれませんが、あなたは生きているうちにゲームをプレイしたことがありますか？はいはい。私はあるんです。ゲームって素敵なんですよ。ああ、素敵ですよね。本当なら体験できない最強の魔王になったり、見たこともない化け物と戦う猫になったり、ラリルレロと戦う戦士になったり。ラリルレロと戦う戦士になるゲームを教えてもらっていいですか？しかしその村人には必要のないものなのに、なんで渡してくれないんだと思ったことはありますか？それこそあなたは命をかけているのに。キーアイテムをタダで渡さず、これが欲しいならあの山に住むゴブリンを倒してなんて言うんですよ。回答をドアのところに浮かべておきますね。自分の思う方のドアを開いて次の部屋に進んでください。ゲームにあれか、感情移入できるタイプかできないかタイプみたいなもう片方のドアはどうなるかですか？タコが入っていない方のたこ焼きみたいになるとでも言っておきましょうか。両方食べられるだけだけど。RPG で協力的じゃない村人を許せる、許せないみたいな感じなの。これいろいろなんかいろいろもう、はい。心臓が浮いてるけど。まあ、とりあえず行ってみようか。RPG で協力的じゃない村人を許せる、許せる許せないとかっていう次元の問題じゃないからな。プログラミングされた NPC に対してってことでしょう。じゃあ全然許せる。それはそれでゲームの設定だから全然許せる。はい。勉強になります。これ開けたらこいついるけど、奥にも手前にもいるけど、なんかすごい。はい。そんなつもりじゃなかった。よく聞く言葉ですが、あなたはどう感じますか？もし誰かがあなたを傷つけておきながら、その一言で済ませようとしたら、あなたは素直に受け止められますか？それが許せるか許せないかってこと？どうだろう。なんていうのかな。俺結構、これでも賛否両論なのかな。あんまり俺の考え押し付ける感じになっちゃってもあれだけど、言葉って結構みんな選んで話したりとかすると思うんだよね。で、SNS とかもそうだけど、選んで文章を書いて出すみたいな感じだと思ってて、そんなつもりじゃなかったって言葉が出ること自体がちょっと俺には不思議で、どうなるかを想定していろいろ考えてみた言葉を発すると思うんだよ。そんな結果になると思わなかったとかだったらまだいいんだよね。でもそんなつもりじゃなかったんだっていうのって俺の中ではちょっと許せない部類で、例えば人を傷つけるって分かってて、いやそんなつもりじゃなかったなんてありえないことではあると思うから、俺はちょっと許せないかな。なるほど。はい、こんばんは。そうなんですね。植物ありますよね。お花が咲くものもあれば、他の虫を食べてしまうような植物もね。食中歌とかってやつだね。あなたは植物にも命はあると思いますか？これ難しいな。でもどうだろう。
え、なんか、命か。うん。まあ、命だから、まあ、俺の中で命の定義って、なんか生まれて、育まれて、死んでいくみたいな、あの、定義があって、まあ、時間を、まあ、共有するっていう感じなんだけど、植物に関してなんか生まれるっていう言葉があんまり使われるイメージがなくて、あと、植物が死ぬっていうイメージもないんだよね。なんか桜とかだと散るとか、あと、なんかバラとかだと枯れるって、花ごとに結構なんか終わりの言葉って違うらしいんだけど、なんだったかな。ボタンとか、なんか植物によって枯れるとか言葉が変わるらしいっていうのを聞いたことがあって、動物はやっぱ死ぬんだよね。で、生まれるし、成長するし死ぬんだけど、植物は、まあ、生まれるというよりは植えるとかっていう言葉の定義だと思うから、俺はないかな。俺はないやな。そういう可能性も確かに。ドアの形をしたワープ装置があるとします。ドアの形をしたそのワーワープ装置。プ装置は扉を開けた瞬間、あなた自身を完全に分解します。はいはい、分解する。その後、分子レベルで全て別の場所に移動、再構築されます。あなたが完全に分解再構築される際、あなたの命は連続していると感じますか？それとも連続していないと感じますか？命を連続しているっていうのがあまり意味わからないんだけど、自分自身かどうかっていう話なのかな。だったら、これアニメとかの話ではなく現実的な話だよね。現実的で言うと、まあ、分解の定義がそもそも分子レベルとか、性質の違うものに分かれるっていう意味合いだから、あ、ぐるってる。YouTube ぐるぐるしてるのかな。重たいか。えーっと、まあまあ、ちょっとぐるってたら、もしあれだったら、アーカイブとかの方がいいのかな。まあ、短いしね、ゲーム。多分定義上は、分解が性質の違うものに分解されるだったから、多分、その時点で人って死んでしまうから、連続しないかな。で、再構築って確か定義として、なんだっけ、別なものに構築されるじゃなかったかな。同じものを構築するじゃなくて、新しいものを構築して、まあ、より良いものに作り変えるみたいな定義があったような気がするから、連続しないんじゃないかな。俺の中では連続しない。人はまあ、分解された時点で死んで、再構築されるってことは別のものにされるって感じかな。興味深い。心がざわざわします。これが正しいのかわかんないんだよな。なんか、答えは言ってくれないのがちょっと、もやもやするよ。そういえば、もう私たちもいくつも質問を経ていますね。私のことどう思っていますか？私のことをどう思っていますか？いい性格してる。性格がいい。ああ、この人の性格がってこと。いやー、なんか質問の問題だけ投げかけて、答えも言わずニヤニヤしてるみたいな、いい性格してると思うよ。性格がいいとは思えない。俺は、この人。興味深い。心ざわざわしかしないよね、この人心がざわざ。わします。少し重たい話かもしれませんが、臓器くじという制度をご存知ですか？臓器くじという制度。重い病気などで臓器移植を必要とする人のために、健康の人の中からくじで無作為にドナーを選んで、無作為にどうなの？強強制的に移植制的に用の臓器を提供させるという架空の制度なんだよね。架空の制度なんだよね。あなたは臓器くじについてあーどう思いますか？これはね、結構難しいな。まあ、現実的に考えると、
法治国家においてあの人権を無視した確定のその強制的ってことはできないことになってるはずだから、可決すらされないんだけど、でも多分そういうことじゃなくて、可決できる立場にあった時自分だったらどうするかみたいな倫理的な話なんだよね、多分。え100ダメだと思うっていうのが俺の考え方で、でも考え方は多分人いろいろあると思うんだけど、俺の中だと、なんだろう、いい悪いとかっていうことじゃなくて、多分ね、メリットデメリットの話だと思うんだよね。これ三者視点だと思ってて、くじに当たっちゃった人で、くじに当たっちゃった人とか、そのドナーを待ってる人を見てるだけのその第三者視点と、あとはドナーを心待ちにしてる病院の人だったり、大切な人を助けたいと思ってる人の三者視点かなと思ってるんだけど、俺の中で言えば多分、助かりたいと思ってる人だったりとかの方も、なんか、じゃあドナーが決まりましたって言ってそれを快く強制的に奪ってきましたっていうもので生き延びて気持ちいい思いをするのかどうかっていうのもあるし、なんか大切な人を助けたいなって言ってドナーを、待ってて、強制的に選ばれたドナーがもし自分のさらにまた同じように大切な人だったらってなると、なんかメリットデメリットで言えばデメリットの方が多いと俺は思ってる。この質問に関しては、可決されなければ今までと変わらない、可決されればデメリットが多いってなると、俺はね、なんかダメだと思うっていう方が効率的ではあるかなと思う。ふむふむ、勉強になります。あなたはスワンプマンという存在を耳にしたことはありますか？ある日、沼で偶然の化学反応によって人間と全く同じ体を持つ何かが突然生まれてしまったとしたら、それは外見も思考も見た目はあなたや私と変わらない。はいはい。でもその過去の経験も記憶も本当には積み重ねていない。そんな不思議な存在、あなたはこのスワンプマンを人間だと思いますか？それとも。ああ、そういうことか。ああ、さっきね、俺言ったんだけど、植物とかも同じだっていう話をしてたんだけど、生まれて成長して死ぬことが俺は生き物の定義だと思ってて、たとえどれだけ、同じ姿で同じ構成物質でできてたとしても、これ過去も記憶もってないって、生まれてないってことでね。だから俺の中では人間とすら言えないかな。生き物とすら思えないかな。ふむふむ、勉強になります。スワンプマンは人間ではないということは、スワンプマンを臓器くじの抽選対象にすることは大丈夫だと思いますか？いや、人間じゃないからいいとかっていうわけじゃなくて、デメリットの問題だよねっていう話で、しかもそれ生き物じゃないと思ってるもので、なんか生き延びられると俺は思えないけど、一応ダメにしとくか。俺はなんかスワンプマンだからいいとかじゃないと思うんだよね。ふむふむ、勉強になります。ところで、そんなことはないと思うのですが、ここまでの質問、嘘ついていませんか？ツイッターついてない。ツイッターって面白いね。ツイッターっていうのがあるの面白いけど、俺はついてないっていうことにするか。ああ、よかった。そうですよね。まさかいや、疑わないでほしいな、嘘をつくだなんて俺のことを。疑ってしまい申し訳ありません。さて、ちょっとここで一度リラックスしてみましょう。ゆっくりと息を吸って吐いて、今
あなたは深く息を吸うたび背筋がスずっと伸びている。ーッと伸びているのを感じていませんか？その背中の上、うなじのあたり、かすかな重みのようなものに気づきませんか？それはさっきからあなたが動くたびに微妙に位置をずらしながらずっとそこに乗っています。どうしますか？なんか、質問の意図がいまいちわかんないけど、特に載ってないからよくわからない。なるほど。そう思うのは自由です。今この瞬間にもちょっとずつ重みが増していないといいですね。わからないな。いろんなお話をしてくださってありがとうございます。たこ焼き、ドーナツ、お肉と魚。どうしてこんなことを聞いたのかって？ああ、俺と食べ物同じだね。が好きなんですよ。食べるのが好きなんだ。他にもゲームの話、そんなつもりじゃないという無意識な暴力を許せるか、植物に命はあるのか、ワープ装置、臓器くじにスワンプマン。ここまで私の話に付き合ってくれるなんて、あなたはもしかして優しい人なのかもしれませんね。嘘もつかず正直に向き合ってくれたこと、心から感謝します。さて、ここが最後の部屋です。そう、最後なんですよ。私とあなた、ここからどちらかだけが部屋を出られるなら、やっぱりあなたは部屋を出たいですか？ああ、どっちかしか出られないんだ。それともその命の残滓を私に分けてあげようかなと思いますか？もっとも部屋を出たところでタコが入っていないたこ焼きをずっと食べ続けないといけないかもしれませんし、協力的ではない村人がいっぱいかもしれませんし、すぐに臓器くじに選ばれてしまうかもしいや、れません。ないけどね。架空のこの先ずっと程度だから。生きていける保証はあなたにも私にもありませんが、人はいずれ死ぬので。その上であ、はい、こん選ばんは。択するとしたらどうでしょう？あ、これはあれか。この部屋に自分が残るか、まあ、この白い存在が出ていけるかどうかみたいな。100% 俺出ていくけど。だって、さっき後ろ向いてたら、この人いっぱいいたよね。人間じゃないよね、どう考えても。俺出るよ。あ、お疲れ様でした。ただ、ちょっと白い布だけ剥がさせて。あ、剥がせないや。お疲れ様でした。そうそう、あなたは帰らなくてはいけませんね。そうだね。俺は帰らないと。私はここにいますよ。それがあなたの選択ですから。あなたが教えてくれたいろいろな選択について、しばらくはここで考えていくことにします。大丈夫、正解なんてないですよ。だからこれでいいんです。あ、こんばんはいらっしゃい。いや、ここもうがどこかって、終わりそうだけど。ここではないどこかでまた会える時が来たら、今度はそのお話から始めましょうか。もし答えの出ない選択を迫られて、どちらを選んでも傷あ、ついわかってるよ。てしまう8個目っような時があって書いてるから、ありがとね。どのようにいらっしゃい。心の折り合いをつけたらよいでしょうか。もう選択のドアは出ないんでした。それでは次にドーナツを食べる時にでも私のことを思い出してくれたら嬉しいです。なんか、めちゃくちゃ心の中に残ろうとしてくる。俺の。あ、Thank you for playing。過去の煮込みさん、開発、宮村敦樹さん、フレンチ、チョコオールドファッション、フレンチクルーラー。声の出演。この声の人、すごく、なんか、通った声でめちゃくちゃ素敵だったよね。
しかもなんか役作りみたいな感じなのがすごく良くて。いや、よかったな。で、俺の、なんか、なんていうの、もやもやしたのは、答えとかはきっとないんだろうな。でも、自分が選ぶ選択っていうのは、決断して選ぶものであって、うん。多分同じ答えというか、同じ質問されてもきっと同じ答えが出るだろうし、まあ、そういうものなんだろうね。なんか選択とか選ぶっていうのは、何かしらやっぱりメリット、デメリットがあるみたいな感じなんだろうな。あと、そうだね。普通に初見だったから、思ったより早く終わるんだ、このゲーム。30分ぐらいで終わっちゃったけど。性格診断書みたいなものが俺も出ると思ってたけど、まあそういうものではないんだね。多分、今の感じで言うと、まあ哲学的な何かなのかな。考えることがまあ大事みたいな。でも考えたところで答え出ないことってあるけど、その自分の選択になんか、なんだろう、責任も持たないといけないし、自分の選択をまあ信じてみたいな感じのニュアンスなのかな。来てくれてありがとう。今日はね、ドーナツの穴、プレイさせていただいたんだけど、結構ね、考えさせられる質問とかあったし、面白いなって、まあ素直に普通に面白いなって思ったので、まあ、皆さんもね、もし自分だったらみたいな感じで、やってみてもらってもいいんじゃないかなと思います。では、お疲れ様でした。